はおしゃれ、かわいい、かっこいいミニクロスオーバーがフルモデルチェンジしてミニカントリーマンとして改名してデビューしましたので、今回試乗してきました。はい、どうも車買うチューバーワンソクチューブです。今まではね、ミニクロスオーバーというね、ミニの SUV スタイルとして売られていたものがですね、今回カントリーマンという名前に変わって発売されましたフルモデルチェンジですね。2024年3月にデビューしたばかりの新型ミニカントリーマン、こちらに試乗させていただいております。で、今回試乗するのはですね、ミニカントリーマン S オール4というグレードですね。車両本体価格は566万円となっている四輪駆動ですね。で、2024年春時点ではですね、カントリーマンの D というディーゼルモデル、そして S オール4、そして、ジョン・クーパーワークスオール4、こちらの3つのグレードが買えるようになっているんですけれども、それぞれね見積もりもいただいてきてますので、間に合っていれば下の概要欄に見積もりブログまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは早速エクステリアから見ていきたいと思いますが、いや、かっこかわいいですね。どこから見てもミニと分かるスタイリングながら新しくなっているのも一目見て分かりますよね。このスモーキーグリーンというのはね、先代からあった色みたいですけども、この色もねやっぱミニに似合うカラーになってますよね。で、ツートンカラーになっているという形です。こちら優勝カラーになっています。そしてヘッドライトですけど、今までミニといえばですね、丸めという印象でしたが、今回はちょっとひし形というか何角形なんだろう、結構ね多角形のデザインになってますよね。で、こちらデイライトになっています。で、こちらフル LED ヘッドライトになっていて、コーナリングランプもついてますが、これアダプティブ LED ヘッドライトというふうに名前がついてますが、 BMW グループではですね、アダプティブヘッドライトといってもですね、アダプティブハイビームではないんですよね。ステアリングに連動してコーナーの先を照らしてくれる左右に配光するロービームのことをアダプティブ LED ヘッドライトというそうなんですが、アダプティブハイビームではなくハイビームアシストというね、オートマチックハイビームにとどまっています。ウインカーを点灯させるとこんな感じですね。デイライトのところが反転して光るという感じになっています。今ねロービームも点灯させてますけれども、こんな感じで光るという感じですね。でね、ここにミニというロゴがついてますよね。そして、グリルの上のところのね、ボンネットフードのところにはミニというロゴがついていて、でグリルには S とついていますが、こちらね S オール4というねグレードなので、これ S がついています。でグリルのところにもね、こう縁取るようなね、ちょっと恋のようなね表情に見えますけど、グリルを縁取る、こういうねラインが入っていると。で、下のねところではですね、こうちょっとプロテクター形状になっています。これもグレードによって異なりますね。でカントリーマン D というね、ディーゼルモデルではね、ここの形状とかも違ってますし、ジョン・クーパーワークスとかでも違うという感じになっています。サイドの方回っていきますけども、ミニカントリーマンのボディサイズは全長4445、全幅1845、全高1660ということで、先代モデルよりは大きくなっているもののですね、全長も 4.5 メーター以下となっています。全幅も嬉しい1845ということで、 1.85 のマンションのパレットの立体駐車場に入るサイズになっていると。いや、結構日本にベストサイズの SUV と言えるんじゃないでしょうか。続いてね、サイドロア寄っていきますが、フェンダーアーチのところがですね、アーチモールになってますけども、なんかこういうラインが入っているデザインになってますね。でこちらがですね、20インチの超巨大なアルミホイールついてますが、これオプションですね。標準だと18インチになりますけれども、これオプションで20インチ19インチ選べますんでね、お好みで選んでいただければと思います。これもね、結構ルーフの色とミラーの色と合っていて、これはこれでかっこいいですね。このコーディネートいいですね。でサイドロアのところにもこういうメッキなのかな、これシルバー塗装ですかね。これもルーフとかの色と合ってていいですね。この下にこういうね、ラインが入るのもグレードによって異なると。でミラーもこうね、ツートンルーフと合った色になってますよね。でアウタードアハンドルはですね、フラップタイプになってます。これもベースとなっているね BMW の X1 と同じような感じになってますね。で B ピラー C ピラーともにちゃんとピアノブラックになっていると。でここにオール4のね、こういうなんかパネルがついてますが、これも、カントリーマンの D とかだとここがねブラックになって、ここがねなんかデカールのみになったりとか、そういうちょっと違いがあります。続いてリアの方回っていきますけれども、リアも結構変わった感ありますね。いや、これはこれでちょっと本当にフューチャーレトロな感じでかっちょいいんじゃないでしょうか。ちなみにリアのウインカー点灯させるとこんな感じですね。ユニオンジャックに光っている。で下に光っているね、バンパー中央に光っているのはバックフォグですね。そしてカントリーマン S と
いう S がねここにちょっと取ってつけたみたいな感じでついてますけど、カントリーマン S というねロゴがついていると。そして、ちゃんとナンバー灯とかも LED になっています。でバンパー下部のところにねフロントと同様にプロテクター形状になっていると。でマフラーはもう完全に隠すような形状になっています。こちらね2リッターの直4ターボエンジンになってますが、こういうマフラー形状になっています。そしてねルーフレールがついていて、こちらのね車両にはパノラマルーフがね装着されているので、ルーフがガラスになってます。でシャークフィンアンテナもねこういう薄型形状になっているのでね、無駄に全高を高めなくて済んでいるというデザインになっています。続いて内装を見ていきましょう。ドアのねアウターハンドルはフラップタイプですね。でこれ開けるとこんな感じということで、これまた奇抜ですね。でドアトリム内側なんですけども、これグラデーションというかドットのパターンがねブルーから茶色に移り変わるようなパターンになっています。これねグレードとかによっても違いますけども、で A ピラーの付け根にはねハーマンカードンのスピーカーのツイーターついてますけれども、これもねオプションですね。でこちらがこうファブリックで、色が移り変わるような感じになってますが、このねファブリックもいいですね。温かみがあります。でインナードアハンドルはこういう感じですね。サテンメッキというよりはこれあれですね、塗装ですけれどもシルバー塗装ですね。で中央の部分もソフトパッドになってます。肘置きもソフトパッドになっていると。で、ウィンドウスイッチは4枚窓ともですねちゃんと、ワンタッチオープンに対応しています。そして、ドアのロックアンロックがあって、でこの辺も一応ソフトパッドになってますね。で下はさすがにカチカチですけれども、で、こちらに、ドアポケットがありますけどドリンクが置けるようになっていると。そして、パワーテールゲートの、スイッチがあります。でこの辺もスピーカーですね。で、カーテシランプなどはついている LED のカーテシランプついてますね。でしかもこれね夜間はですねミニのロゴになるとカーテシイルミも備わっています。ヒンジはめちゃくちゃごっつい鋳造製となっています。そしてシートですけれども、このねタンカラーのシートいいですよね。これフェイワードトリムというオプションをつけると、このタンカラーとかベージュの内装も選べるようになるんですが、こちらね、スポーツシートになっています。でミニというねこういうバッジもついていると、ワッペンというんですかねついていると。ヘッドレスト一体型ですね、スポーツシートっていうのはそういうことですかね。でパワーシート運転席助手席となってますが、これもオプションだったと思います。でポジションメモリーが2つあって、でランバーサポートも上下左右動くタイプとなっています。ウェイ数は多いですね。そしてアクセルペダルもこれね丸型になっていると、この辺はねミニのね伝統を継承してますよね。乗り込んでいきましょう。よっこら小一と。ドア閉めた音はガツンという音がしますね。重い音がします。ミニカントリーマン S オール4のインテリア前景はこんな感じですね。いやーユニーク。細かく見ていきましょう。まずね目に入ってくるのはこの丸型のディスプレイですね。これサイズめちゃくちゃでかいんですが、ちょっとサイズのインチ数は分かんなかったですが、めちゃくちゃでかいですね。なんか14インチぐらいありそうな感じしますけども、これがですね多機能になっています。でこれがね標準のホーム画面なんですけれども、これがですねこのメーターのスピードのところを押すとこのようにアナログのスピードメーターになると、ちょっと体重計みたいな雰囲気ありますけど、これがねおしゃれですよね。またでさらにですねこれで地図はどうなんのっていうことなんですが、ここ地図ボタンがここに下のところにありまして、これ地図を押すとこのように地図の全画面表示にも対応しています。これだとねスピードはここに出てるだけですけど、あとね、音楽の情報とかを表示したい場合はここにホーム画面があって、でホーム画面を押すとちょっと地図が小さくなって、で、接続されている電話の名前と、あと今かかっている音楽のアルバムジャケットまで出ると。今ね FM-NAC5 がかかっているのでこの NAC5 のロゴになってますけども、ここにも音楽のねジャケットも出るっていうのはね嬉しいポイントですね。こういうのあるとねテンション上がりますからね。今ね私の iPhone つないだところですが、アルバムジャケット出てますよね。ワンソクチューブテーマ曲のワンダーエクスプレスのね沖井さんの名前とともに表示されてます。でこれ押すと、全画面でこういうアルバムジャケットが出たりすると。いやこれもね多機能なんですよ。そしてここ押すとね、いろいろカスタムできるメニューとかが出てくるんですが、もうめちゃくちゃ情報量が豊富です。でシートの快適性とかってやるとですね、なんとシートマッサージまであるんですね。これもみもみしてくれます。でリラックスとかね体力アップとか代謝促進とかねマッサージのレベルとかもね選べるという、こういうねもみもみ機能までついていたりとかね20分やってくれます。
で他にもですねいろいろもう超多機能なんですけど、エアコンとかのね設定はこの風量ボタンを押すと、エアコンの、調整ができてですね風向とかも変えられると。であとここでもね、調整できますけどね。でここでシートヒーター、そしてステアリングヒーターの調整もできるという形になっています。そしてですねその下のところですね。で今ちょっとアンビエントライトでこううっすらね赤く光ってるのが見えるでしょうか。これもねいろいろねすごいんですよ。で実はですねここも今光ってます。でこっち側も実はね、軽く光ってるんですが、ここでねプロジェクション方式でこの辺りからですね光を出していて光ってますかね。でここでこう絵柄をねこのように投影しているという形になります。これ夜間の映像をちょっと入れておきたいと思いますが、このねパターンも変わりますからね。これがねどうやって変えるかっていうとですね、この下のところにあるのがシフト系ですね。でユニークなのがですねこのエンジンがですねこれイグニッションひねるタイプになっています。じゃあちょっとあえて一回切ってみましょうか。切るのはこっちですね。これでエンジン切れました。ドライバー、また今度ドライバー出てますね。こんな名前をね登録すると自分の名前が出ると。でイグニッション入れるときはこっちにひねると。はい、結構勇ましい音がしますね。そしてこちらがシフトレバーですね。シフトのつまみになります。で下に入れると D、 上に入れると R となると。そして360度モニターが立ち上がると。でさらにですねこの BMW でおなじみとなっている交代アシストというのがついていて、なんかハンドルが曲がった。これどういうことかっていうとですね、今まで走ってきた道50メートルを走行の軌跡通りに戻ってくれるという交代アシスト機能も今回のミニカントリーマンについているということで、なんか間違って細い道入っちゃった、戻らなきゃっていう時とかに50メーターまではこれで戻ってくれるという機能になっています。50って出てますよね。で今ステアリングも勝手に回りましたからね。で P はここを押す感じですね。なんかユニークですよね。そしてこっちにですねエクスペリエンシーズというのがありますが、これがですね、いわゆるドライブモードセレクトみたいな感じなんですが、これ標準状態だとこのコアというモードになってるんですけど、これがコアですね。でこれを1個上に上げるとゴーカート、ウーフーっていう声とともにですねゴーカートモードになります。でこういうなんかね市松模様のチェッカーフラッグみたいな、モードになってですね、はい、こういうタコメーターの、バーグラフになると。でスピードもこういう形になると。もちろんねこれ、タップすると地図とかもね当然表示できますけども、全画面地図とかも当然できます。でここをタップすると、スピードメーターだけになるという感じになっています。で、さらにですねエクスペリエンシーズを変えてゴーカートコアがこれ標準ですね。グリーン、はい、そうするとちょっとエコモードみたいな感じですかね。こういうモードになると。でここの背景の色とかデザインが変わると。でさらにビビットというのになります。はい、そうすると音楽がこういうメインの、画面になると。これもね切り替えられますけど、でこういうね色がですね、アンビエントライトの色もそれぞれ変わっていくという感じです。でアンビエントライトの色はですね、自分でカスタムできるというよりはこのエクスペリエンシーズに対応した色になると。でタイムレスというのにしてみましょう。はい、これちょっとねレトロチックな、メーターの色になりました。でここもベージュのような光になってます。でここのねデザインもね変わってるんですけど、ちょっと明るくて今は見えないですけど、ここに投影されるプロジェクションされるデザインもこのねエクスペリエンシーズによって変わっていく感じですね。今ちょっとパーソナルっていうのにしてみましょう。はい、そうするとなぜか夕焼けになると。これ多分絵柄も変えられると思うんですが、ここの今のねパターンとかも少し変わりましたよね。でここの色も変わっていると。であと、バランスというモードがあります。はい、心静かに落ち着けましょうみたいな感じですかね。でアンビエントライトの色も変わっていると。これちょっと見えないですけど多分青系ですね。でここのプロジェクションも今ちょっと見えづらいですけど、落ち着いた感じになります。このバランスにするとですね今、上のねこのパノラマルーフ閉まってるんですが、パノラマルーフ開いた状態でバランスにするとこのねパノラマルーフのシェードが閉まると。なんかちょっと心を落ち着かせましょうみたいなね、モードなんですかね。であと、
トレイルモードですね。はい、ここのね模様とかも少し変わったのがわかるでしょうか。でこれはまあおそらく4駆でなんかアクロとかを走破するモードなんだと思います。でついでにねちょっとメーターも見ていきたいと思うんですが、メーターがなんとありません。代わりにですねこのアクリル投影式のヘッドアップディスプレイになります。でこれ今トレイルモードになっているんですけども、これもですねエクスペリエンシーズを変えるとデザインが変わっていくと。今バランスにします。はい、そうするとこれも変わると。で、パーソナルにすると、はい、こういうものになると。でタイムレスにすると、はい、こうなるというような感じで、結構ねモードによって変わっていきます。ちょっとゴーカートにしてみましょう。はい、こんな感じですね。結構楽しめますよね。まあ、標準がコアというモードなんですが、はい、こんな感じですね。でこのアクリル投影式で、正直どうかなと思ったんですけど、これもともとフロントガラスの向こうをこう透過させるためのこのヘッドアップディスプレイじゃないですね。もうそもそもこの座った位置から見るとですね、もうボンネットフードのところにちょうど被るようなヘッドアップディスプレイの高さになっているので、ガラス投影して奥の方を見させようという風な狙いのヘッドアップディスプレイじゃなくて、デザインって感じですかね。でこれ正直見やすいかどうかっていうところですが、見づらくはないです。で表示される情報は、BMW の iDrive みたいなね、ああいうのとかからすると情報量は少ないですが、実はここにも交差点に差し掛かった時にね、ナビ案内してる時に地図が表示されたりと、情報量はね結構ねいろいろ切り替わって、多機能だなと思いました。そしてね、こちらのコンソール戻りますが、ここがオーディオノブですね。押すと、消音されると。でこちらに、ドライブモードのこう切り替えというかですね、車の車両の設定の呼び出しボタンがここにあるという感じですね。で発信サポートとか今いらないですけど、このミニサウンドとかエクスペリエンシーズに応じてなんかエンジン音とかも変わるんですかね。で、オートスタートストップ、あれですかね、アイドリングストップとかですね。で、オートマチックホールドのオンメモリーされます。こういうのもね、ブレーキホールドですね。あとドライバーズアシスタンスは、ハンドルからのフィードバックとか、この辺安全装備のオンオフですかね。はい、そういうのの呼び出しの、スイッチがここにあると。であとハザードランプですね。はい、こういう音がします。あとデフロスターのスイッチがあると。あとカメラの起動ですね。でここがですね、非接触給電のチーになっています。これトレイみたいな感じになってますけどね、ここもファブリックが貼られてていい感じですね。でその下は完全に物置ですね。でドリンクホルダーむき出しのものが2つあって、この辺は、カチカチですね。ニーパッドとかにはなってないです。でここがユニークなんですけど、こうなんだろうな、手置きっていうわけじゃないですけど、ここもファブリックになっていて、こうパカッと開けるとちょっとね物が入れられるというような、センターコンソールボックスという感じですかね。ここにあるのってユニークですよね。でその下にも物が置けるトレイになっていて、でここに 12V の、アクセサリーソケットと USB の Type-C が2つあります。で Apple CarPlay はワイヤレスで対応しています。で肘置きですけども、これがねちゃんと長さ調整式になっていると。でこれは持ち上がったりとかここが開いたりとかはしないです。単純に肘置きですね。でもスライド式になっていると。そして助手席の方を見ていきますけれども、この辺がこういうなんかちょっとフェンダーアーチとかについていたようなね、こういう破線のような模様になっていて、でこの辺はカチカチですね。で、ファブリックが貼られていて、ここがねプロジェクションでここに映るようになっていると。でそれがドアトリムにつながっていって、でグラデーションでここのタンカラーのシートにつながるような、こういうねちょっと色合いになってます。で後ろは完全に、ブラウンになってますね。なんで本当フロントがこう青でだんだんこう移り変わっていくような、グラデーションになっています。そして、助手席の方にエアコンのルーバーがあって、ここにはね飲み物が本当はドリンクが置けるんですが、発煙筒がついていると。でグローブボックスを開けるとこんな感じですね。中は広さはまあまあという感じですね。フランス車みたいになんか半分埋まってるとかそういうこともないです。続いてステアリングホイールですが、ステアリングホイールめっちゃ太ですね。過去一太いかもっていうぐらい太いですね。ここの握りのところとか、私が握ってもこう指が届かないぐらいの太さです。でもこれはねなんかね手触りもいいし、いい感じですね。
パドルはないです。でパドルがつくのはジョン・クーパーワークスのみとなっています。でミニのロゴがついていて、こういうところもゴールドになっていると。でこちら側が運転支援ですねのモードになっています。これね驚きなのが、なんとミニ今回カントリーマンではですね BMW X1 相当の運転支援がついているということはですよ、アシストプラスのドライビングができると。どういうことかというと、60キロ未満の高速道路でハンズオフができるという超先進的な運転支援がこのミニカントリーマンについてます。いや驚きですね。これはちょっと試乗編で、お届けしてると思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。なんと高速道路でハンズオフができると。でここがユニークなのがですね、こうベルトなんですよ。ここはなんかファブリックみたいなベルトになっていて、ここはちゃんとつながっている。2本で指示するような感じだけど、ここにこうちょっとね模様的に、こう貼られているというような感じですね。で電動テレスコチルトなどにはなってないです。ここにですね、ここもなんか、模様になってますけど、ここがドライバーモニターのセンサーになっていて、ハンズオフをするときにドライバーがよそ見してないかのこうねセンサーになっていると。で、先ほどのヘッドアップディスプレイですけれども、こんな感じで、見えるようになっています。結構ねスモークが濃いんで、もう透過させようという意思はないですね。もともとここはね透過してもボンネットフードが見えるだけなんで意味がないですが、もうデザインですねこれはね。そして、こっち側はこの辺はカチカチで、この辺は、ファブリックが巻かれていると。でエアコンの吹き出し口があって、その下は特に何もないですね。はい。そしてオーバーヘッドですけれども、ミラーはBMW と同様ですね。でこれ初見殺しのここに、ETC のスロットがあるという感じになっています。これね知らないと探しますからね。なのでデジタルインナーミラーなどの設定はないですが、後方視界は悪からずという感じですかね。良からずという感じですかね。デジタルインナーミラーみたいなのがあればなお良かったかなとは思います。そしてオーバーヘッドですけれども、こうタッチセンサーの LED 照明になっていると。で SOS コールもありますんで、コネクテッドちゃんと対応しています。そしてですね、ここ車内カメラがついています。これリモートでスマホとかでね、車内でなんかいたずらされてるないかとか、そういうのも確認することができると。そしてパノラマルーフ、こちらオプションになりますけれども、パノラマルーフが装着されています。でこれがですね結構な広大な面積開きます。まだ開くという感じで、めちゃくちゃ広いですね。まだ開きますね。ここまでとなっています。さらに、開閉もすると。アウタースライドで、開閉もしました。なのでこんだけ広大な、パノラマルーフですけれども、開閉もできるという感じですね。ウィンドディフレクターはメッシュタイプとなっています。続いて、バニティ見ていきましょう。ここにもファブリックが貼られていて、カードホルダーがあって、照明もちゃんと LED ですね。でちなみに助手席の方も、当然、ついているという感じですね。夜間のお化粧直しもバッチリですね。続いて後席見ていきましょう。後席ドアで施錠解除はできなそうですね。ドアを開けるとこんな感じ、90度までは開きませんが、90度近くまで開いてますね。で後部座席のこのねアッパートリムのところは全てブラウンになっていると。これもグレードによって変わりますね。でインナードアハンドルはこんな感じですね。でここはソフトパッド、非常機のところもソフトパッドになっています。で窓はワンタッチで開閉して、80% ぐらいまで開くという感じですね。で、ここがスピーカーになっています。でここに物が置けるようになっていて、ドリンクホルダーにもなっていると。で後部座席のヒンジも鋳造製ですね。そして、後部座席のシートですけれども、ここにもねミニのワッペンがついていると。でヘッドレストはこんな感じで、高さが調整できるようになっています。でリクライニングはしそうですね。リクライニングもしそうですね。このようにリクライニングできますね。任意の角度で、調整ができると。今一番寝ている状態ですね、これが。それではちょっと乗り込んでいきましょう。よいこら小1と。で後部座席のドア閉めた音はこんな感じですね。で運転席173センチの私のドラポジに合わせた状態で、後部座席膝前は拳2個分、2個ちょっとぐらいですかね、あります。つま先の足入れ性はよしですね。でシートバックポケットは運転席助手席両方とも備わっています。でスポーツシートになっているんでね、この辺がヘッドレスト一体型になっていて、こういう模様がついていて、でここがちょっとね、覗けば見えるというような感じですが、見ないですよけどね。そして後部座席の、センターコンソール後端には USB のタイプ C が2口ついていますね。でこれで風を止めるか出すかのこのダイヤルがついていて、エアコンのルーバーはこれ固定式ですね。
ここは角度は変えられないそうですが、風を出すか止めるかはここで選べそうです。そしてここはなんかトレイになってますね。物を置くというよりはこうちょっとすでに汚れてますけど、足がこう左右ウォークスルーするときに邪魔にならないようにえぐられているという感じでしょうか。センタートンネルの高さはまあまああると。これオール4ですからね、4駆ですんでね。そして、後部座席にもアームレストついてますけど、ここがちょっとなんか模様になってておしゃれですね。で、アームレストを出すとドリンクホルダーが2つあるという感じですね。で後部座席は、4対2対4で分割加藤されますね。やっぱこの辺はさすが輸入車という感じですね。で、ここがつらい位置になって、長いものを置くにも4人乗っていても、長尺物を詰めるというのはいいですね。そして、ここにグリップがついていてタッチ式の、室内照明になっていると。でちょっとね引っ掛けるフックがついています。続いてラゲッジ見ていきましょう。ここにオープナーがついています。でラゲッジを開けるとこんな感じですね。結構広いですね。ラゲッジ容量は分かれば書いておきたいと思いますが、もう見た目でもねかなり広いという感じがあります。やっぱ X1 ベースで作られているんで X1 と似てますかね、ラゲッジサイズは。でラゲッジアンダーも結構深く掘り込まれているので物はね結構置けそうですね。そしてサイドのところがちょっと掘り込まれていて、ラゲッジランプもちゃんと LED になっていると。でこっち側は掘り込まれてないですね。で、トノカバーもちゃんとついていて、この BMW グループがすごいのはね、このねテールゲートのヒンジも鋳造製なんですよね。後部座席のシートはラゲッジ側からは倒せなそうですね。で後部座席側に回って、シートを倒すとこんな感じですね。ほぼフラットなこうつらい位置になってますし、段差もないラゲッジになるということで、車中泊とかもこれ頑張ればできそうな感じですね。大人だったらちょっと斜めに寝ればギリギリ寝れるかなぐらいのサイズにはなっています。収納のユーティリティも高そうですね。実用性のあるミニという感じなのがこのカントリーマンですね。そしてちょっとね今気がついたんですけど、芸が細かいなと思ったのがこのねステッチの色が2色なんですね。赤とこういうなんかちょっと青っぽい色でステッチされていると。これ後部座席もそうですからね、こういうところが2色で塗り分けられていると。いや芸が細かい、おしゃれですね。といった感じで、新型ミニカントリーマン S オール4、こちら内外装お届けしましたけれどもいかがだったでしょうか。いやめちゃくちゃ物欲刺激されました。すでにね見積もりももらってきているんですけれども、現在ね2024年春時点で買えるディーゼルモデル FF とかだとね、一番安くても込み込み560万円ぐらいで買えてしまうというミニ新型のカントリーマンとなっていますので、気になっている方はねお近くのミニのディーラー足を運んでみてください。そして今回ね試乗協力していただいているニコルミニ港北さんですね。こちらでは現在買えるカントリーマン D、 そして今回試乗している S オール4、そしてジョン・クーパーワークス、3車種ね試乗可能となっていますので、お気軽にフラットでもいいから試乗来店してくださいというふうにおっしゃってましたんで、お気軽に来店されてみてはいかがでしょうか。ディーラーもめちゃくちゃ綺麗でしたからね。待たずにね試乗するんであれば、電話とかでね、予約をしてから試乗に行くのが間違いないかと思います。ニコルミニ港北店でワンソクチューブを見たと言った方先着100名でワンソクチューブステッカー非売品をプレゼントとなっていますので、お気軽にね足を運んでみてください。ニコルのミニではですね神奈川県内に何店舗かありますのでね、ぜひホームページ下のリンク貼っておきますので、ぜひチェックして来店してみてはいかがでしょうか。そして私がねちょっと今回はかなり新型ミニカントリーマン物欲刺激されました。いやちょっと買っちゃおうかなとも思うぐらいですね。つべこべ言わずに買えという方はねぜひいいねボタンで応援していただければと思います。いいねがそうですね2000超えたらもう買っちゃおうかなと。今回敷地かなり低いんでぜひ皆さんいいねで応援してください。車でも何でもね欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。